パパ、今日何の日か忘れてないよね。体に重みを感じて目をうっすらと開けると、カーテンから差し込むまばゆい光に目がくらんだ。私の腹の上には寝癖をつけたままの娘が頬を膨らませながら不機嫌そうにしている。寝起きの頭では今日の日付すらわからない。そうだ、昨日は夜遅くまで飲み歩いていて、今日は土曜日か？私の誕生日。その一言に頭をガッツンと殴られたような衝撃。そうだ、今日はマナ娘の誕生日。夕飯前に私は車で娘のケーキを取りに行くことにした。ずっと娘が食べたがっていたお店のものだ。良い誕生日を。笑顔の可愛らしい店員からケーキを受け取ると大事に抱えた。絶対に落としてはならないからだ。ケーキ屋の駐車場。一台の車が入ろうとしていたので、しばらく様子を見ていると、私の車のボンネットを軽くすった。中から出てきたのは、サングラスをかけたいかにも悪そうなチンピラ。おい兄ちゃん、もしかしてこの車、あんたのか？そうですが。いや、よくないね、兄ちゃん。よくないよ、これ。だって線からはみ出てるもん。兄ちゃんが悪いよな。なあ、慰謝料と修理代で500万払ってもらわないと。彼は手のひらをひらひらとさせた。この後、窮地に追い込まれることになるとも知らず。私の名前は田中雄一。大きな声では言えないが、実はヤクザの次期組長だ。娘の生活のこともあるので、表では花屋を営んでいる。まだ娘にも本業がヤクザであることは伝えていない。というのも、うちの家系は代々ヤクザの総括なので、表立った活動があるわけではない。いわば裏のボス的存在だ。田中家を知っているのは各支店の組長と若頭くらいである。花屋の朝は早い。市場に買い付けに行ったり、届いた花の精査をして店頭に並べる。ここ最近では近くにできた劇場の楽屋花を頼まれることが増え、かなり忙しい。パパ、今日学校にお花持って行きたいんだけどいい？娘はこのところ自分で花束を作って学校に飾るのにハマっている。ああ、いいよ。ただし持って行きすぎないように。わかってる。天真爛漫な娘が舌をベーっと出した。もうすぐ高学年になるが、大きな反抗期はなく穏やかな関係。喧嘩という喧嘩はあまりしたことがない。その日は朝から雨だった。遊園地に行く約束をしていたのだが、結局デパートへ買い物に。そして夕飯前に私一人で娘のケーキを買いに行くことになった。ここ、私の大好きなアイドルがこの前テレビで紹介していたの。娘は男性アイドルにかなりのめり込んでおり、今年のお誕生日ケーキも珍しく店を指定してきた。テレビで紹介されたこともあって、連日売り切れているらしい。女性ばかりの店内におじさんが紛れ込むと妙な視線が飛んできた。私は小さく咳払いをし、目線を落としながらレジへと向かった。誕生日ケーキを予約していた田中です。店員はにっこりと微笑むと伝票を確認した後、かわいいワンホールケーキを見せてきた。中央にはお誕生日おめでとうアリサの文字。ろうそくは何本お付けしますか？長いのを1本と短いのを2本で。
むずがゆくなる店内で、私は店員からケーキを渡されるのを静かに待った。奥には飲食スペースが広がっており、賑やかな声とともに、時折カメラのシャッター音が聞こえてくる。無事に受け取り終わると、駐車場へ急いだ。タイミング悪いな。ちょうど車が入ってきたところであり、視界不良なことから駐車が終わるまで待つことにした。大事に抱えたケーキが車にひかれることなどあっては、娘と妻に生涯恨まれるに違いないから。しばらく様子を伺っていると、高級車は何やら不審な動きをした後、私の車の先端に車体をこすった。おい！怒鳴り声とともに、見るからに治安の悪そうなチンピラが降りてきた。もしかしてこの車、兄ちゃんのか？ええ、そうですが。彼はオーバーなリアクションを取った後、ダメでしょ。線からはみ出てるもん。いやー、これは兄ちゃんが悪いね。俺さ、彼女とデート中だったんだよ。兄ちゃんのせいでメンツ丸つぶれ。どうしてくれる？慰謝料と修理代で500万な。は？ぶつかったのはそちらでしょ。むしろあなたが修理費を払うべきですよ。彼の後ろにちらりと視線を送ると、車の中で彼女と思わしき派手な女性が歯を見せながら笑い、携帯電話のカメラをこちらに向けていた。兄ちゃん、俺は大ごとにしたくないって言ってんだよ。な？払えよ。私はため息をついた。嫌です。弁護士に連絡します。警察も呼びますから。すると、チンピラは私が抱えていたケーキの箱に回し蹴りを入れた。とっさのことで、ケーキの箱は私の腕からするりと宙を舞い、そしてずぶ濡れの地面に落下した。その箱をさらに踏みつぶすチンピラ。瞬間、私の脳裏をよぎったのは、悲しみに泣きじゃくる娘の顔だった。俺は石坂組やぞ。組のもん呼ばれたくなければ、慰謝料と修理代で500万払えや。石坂組？私は男に踏まれたケーキの箱を拾い上げながら、その聞き覚えのある組名を囁いた。ああ、兄ちゃん。俺はヤクザもんだ。兄ちゃんにも生活があるだろ？なあ、ヤクザには目をつけられない方がいいと思わないか？家族のためにさ。俺は優しいから穏便に済ませようとしてんのよ。男は次に私の肩に腕を回してきた。服の上からも彼の体は鍛えられたものではないとわかる。私は花屋でいながらかなりがたいがいい方だ。昔から祖父に鍛えられていて抜かりはない。そうか。なら組に確認してやる。え？男は動揺を隠せない様子で目を泳がせた。石坂組だよな。私は自分の携帯電話の中にある電話帳を眺めながら石坂祐介に電話をかけ始めた。今、君のところの子が俺に500万払えって言ってるんだよ。それも払わなかったら君たちに話をするからなって。うん。え？ここに来る？それは助かるな。ああ、どっちが悪いか判断してくれよ。電話を切った後、男は顔面蒼白で私の顔を見つめてきた。お前、誰に電話をしたんだ？誰って、聞いていたらわかるでしょ？あなたのボスですよ。男は地面に唾を吐き捨てた。虚勢を張る男性の手はガタガタと震えている。時々いるんだよな。そういう虚言癖のやつ。
組長に連絡するだの、警察に連絡するだの、嘘ついて。俺が偽物で尻尾巻いて逃げるのを期待してる。でも、兄ちゃん終わったな。俺は本物だから。来なかったら、いよいよ落とし前をつけてもらうからな。しばらく二人で待っていると、2台の黒塗り高級車が駐車場の前に止まり、中から出てきたのは、青ざめた顔をした石坂組の若頭と組長だった。おや、二人で来てくださったのですか？お忙しい中、ありがとうございます。私は丁寧にお辞儀をした。若頭は男の顔を見るなり、顔に鉄拳を食らわせた。お前、なんてことをしてるんだ。すみません、田中さん。俺たちの教育不足のせいで。若頭と組長は頭を深く下げた。この方が私の車にぶつけてきたのに、慰謝料と修理費合わせて500万円を払えと言うんです。この大バカ者！組長は畳みかけるように男の方にビンタを食らわせた。男は情けなく半べそ状態で地面を這いつくばった。組長、落ち着いてください。何なんですか、この人は。私は田中雄一、田村会の次期組長だ。すると男は余裕たっぷりに笑った。その瞳の奥には皮肉じみた嘲笑も混じっている。次期？そんなこと言ったら俺だって石坂組の次期若頭候補だ。へえ、偉いんだな。感心していると石坂組の組長と若頭が再び頭を下げた。大変な失礼を申し訳ありません。ここに山口は降格処分とし、次期若頭候補からも外すと約束します。何言ってんすか？山口、この人はな、私たちの総括だ。総括？そうだ。俺たちは田村会がいるから、こうしてヤクザを続けられている。秩序が保てている。いいか？いい機会だから伝えておこう。田村組は、お前のような三下ヤクザの前に現れるような人間じゃないんだ。もっと守られたところで、限られた人間しか会えないんだ。山口は絶句して、その場に座り込んだ。じゃあ、処分は、本当に？ああ、お前には、みっちりと礼儀を教える必要がある。ただでさえヤクザという肩書きは、人を恐怖に陥れるというのに。いいか？相手が田村さんだったからよかったが、これが本当に一般の方だったらどうする？大問題だったんだぞ。山口は濡れた地面に伏し、そして声を荒げた。ちょっとからかってやっただけだろ。それを本気に捉えて。彼の声は無情にも雨音と一緒に情けなく地面に流れていった。石坂組が去った後、ぐしゃぐしゃになった箱を持って立ち尽くしてしまった。ケーキ楽しみにしていたのにな。悲しむだろうな。じんわりと目に涙がにじむ。人気店だから今さら店に戻ったってケーキは売り切れているだろう。娘に何と説明しようか。チンピラに絡まれたって？そんなやつに絡まれてケーキ一つ守れない父親、情けないだろう。せっかくの誕生日に娘を悲しませたくない。しかしケーキの箱はぐしゃぐしゃで、箱の隙間からクリームがはみ出しているところもある。泣いてしまうだろうな。しばらく車の中で考えていたら、窓ガラスを誰かが叩いた。先ほどの店員が何か言いたげに車の外からこちらを見ている。
さっきの人、最近来るようになって迷惑していたんです。ほら、うちの店、女の子が多いから。外見で判断するのは良くないですが、態度も言葉遣いも横暴で。ケーキ、もしよかったら、新しいの持っていてください。店員はそう言って、新しいケーキの箱を渡してきた。いや、でも、こちらの責任ですから、お金は支払わせてください。いいんです。お店からのお礼なので、その潰れた箱はもらっちゃいますね。でも、どうしても、と言うなら、また、娘さんといらしてください。店員の善意を素直に受け取ることを決めた私は、すみません、と言いながら、潰れた箱と新しい箱を交換してもらった。謝らないでください。こちらこそ、ありがとうございました。優しさに触れると、つい顔が緩んでしまう。先ほどまで、広がる空と同じように、重たい雲がのしかかったような感情に押しつぶされそうになっていたが、その雲の切れ間から、暖かな太陽が覗いた。ケーキ屋の心意気により、娘の最高の誕生日を迎えることができる。車のハンドルを握り、アクセルを踏む足はかなり軽かった。一刻も早く家に戻り、ケーキを見せてやりたい。頭の中は笑顔の娘の顔でいっぱいだった。ケーキを見た途端、信じられない。本当なんだ。と、娘は自分の携帯電話でアイドルが持っているケーキと見比べている。やけに遅かったわね。渋滞していたの？いや、少し問題が発生してさ。でも解決したよ。妻は、そう、大変だったのね。と、私の肩をさすってくれた。ケーキの予約しておいて、正解だったわね。あんなに喜ぶなんて。ああ。アリサは何度も写真を撮っては、まじまじとケーキを眺めている。まるで目の前に憧れのアイドルがいるかのような慈しみを含んで、今度コンサートに連れて行ってやりたいと考えてしまうのは、過保護か親バカか。ケーキ一つでこんなにも喜ぶのだから、本物を見たら泣き崩れるのではなかろうか。近い未来を考えると、ますます娘が愛おしくなる。翌日、石坂組の会長と若頭、それから山口が花屋を訪ねてきた。おいおい、いかついのが3人も店に押しかけてきたら、お客さんが怖がるでしょ。すみません。まあいい、裏に行こう。ちょっと店番を頼むよ。アルバイトの女の子は3人の姿を見てかなり萎縮している。安心して。この人たち見た目は怖いけど、いいお花を作る農家さんなんだ。なんだ、そうなんですね。いつもお世話になっています。まっすぐな瞳にお辞儀をされると、さすがのヤクザ三人衆も頬を緩め、デレデレに笑った。おいおい、鼻の下を伸ばすなよ。釘を刺すと、石坂組の若頭が、鼻の下なんて伸ばしていませんよ。と、頬をあからめながら否定した。三人は改めて、先日の出来事を謝罪してくれた。私たち田中組が、どれだけヤクザと一般人との世界の狭間を守るのに苦労してきたのか、山口に夜通し説明してくれたそうだ。俺、勘違いしていたんです。ヤクザの道に入って、自分が強くなった気になって、これからは気を引き締めて、一から頑張ります。曇り一つない、まっすぐな瞳に、嘘はなさそうだった。ああ、期待しているよ。これからも頑張って。きっとヤクザは、これからも世界には理解されないだろう。それほどまでに、祖先たちは許されない行いをしてきた。だからこそ、
自分の生まれた家に後ろめたさを感じることがある。娘にだって言えていないのもそれが原因だ。だからこそ私はこれからも自分自身の存在価値について、世の中とヤクザとのあり方について考えていきたい。